私は潜水の騎士、ふるさとを救った英雄ともてはやされてる。だが調子に乗らず、まずは目の前の任務を全うする。交代お疲れ様です。英雄に会えて光栄っす。実物は迫力値芸は。私の任務は彼女たちを地元に返すまで一応の見張りをしておくことだ。おだててもらえるのは悪い気はしないが、一応任務でここにいる。いい加減なことはできないよ。失礼いたしました。噂に違わぬ真面目っぷり。雑談も許さぬとは。まあ変なことが起きなければ話すくらいは許されてるし、楽にしていいんじゃないかな。でしたらぜひとも、マリーンについてご教授願えないでしょうか？それはブラザーから教えられたんじゃないのか？製造過程だけで説明終わっちゃいました。マリーンの情報半端ないですわ。一から話されてたのか。それでもまだまだマリーンについて知りたく思い、もしよろしければと。ああ、いいよ。何を聞きたい？じゃあマリーンの化け物っぷり教えてほしいっす。マリーンは心臓が2つ、肺が3つあってだな。それはもう聞きました。じゃあ大体19から22個の臓器が移植されてるのも知ってるのかな？急に9倍くらい内臓増えたんですけど。スペースマリーンは内臓が増殖するのか、マッコと化け物だったか。やっぱり手術工程を丁寧に教えられたりはしていなかったのか。でもそうだな。手術工程から一つ一つ話す方が化け物っぷりがわかりやすいな。でも強化手術は聞きました。一つ一つは聞いてないだろ？移植される臓器の用途も話すから、それでマリーンの怪物っぷりがわかるはずだよ。じゃあそれでお願いしたいです。OK。まずなんと言っても第2の心臓だ。手術の第1フェーズは、この心臓を埋め込み馴染ませるところから始まる。そもそもなんで心臓が2つもいるんですか？心臓は人体のエンジンだからね。マリーンほどのタイプと活力を動かすには、人間サイズの心臓一つじゃ出力不足なんだ。言われてみれば、数百キロを常に動かす心臓とか考えただけでおかしいね。有名な話だと、片方の心臓が致命傷を受けても、第2の心臓のおかげで戦闘を継続できるってのもある。内臓損傷しても戦えるのか。後で説明するけど、流れる血液も人間とかなり違うからね。それもあるんだと思う。一つ目から人間離れがやばい。フェーズには、オッシモジュラと呼ばれる小さく複雑な管のような器官を入れる。心臓の次は骨か。手術が終わる頃にはマリーンの骨は人間より太く強くなり、肋骨に至っては隙間が埋まって、完全な胸部プレートになる。待って、呼吸とか心臓の動きどうなるんですかそれ？追加された心臓と肺の機能が良く、人間ほど伸縮しないんだ。機能までいいのか追加心臓。人間が息切れするのは、過度な運動で筋肉に溜まった乳酸を処理するためだが、マリーンは流れる血流が人間以上に循環してる。なので胸を大きく膨らます必要がなく、なんなら独特の呼吸法も教えられてるから、息切れそのものをしたとてすぐ回復するね。胸部が骨で完全に守られた上に、内臓は防がれるどころか高機能になるなんて。ってことはマリーンってハーハーしないんだ。乙女にも安心。フェーズ3は筋肉を増幅させる。次は筋肉ですか？小さな円形の器官を胸腔に挿入されると、マリーンの体だけでなく、追加していく器官を動かせる筋肉へと発展していく。さっき言った血液増幅のための心臓も、この筋肉のおかげで動かすことができるんだ。単純にムキムキじゃないんだ。エンジン、フレーム、駆動装置と組み立てていってるのか。まさに強化人間の製造過程ですね。そうだね。これで基盤はほぼ完成。次のフェーズ4からは細胞レベルの強化になっていく。ごくり。フェーズ4は、最初に主循環器系に小さなインプラントを埋め込む。血液中のヘモグロビン含有量を増加させ、体内の酸素運搬効率を高め、血液は健康的な赤色になる。健康面まで強化されるんですか？当然さ、このおかげでハーハーしないための一役を買って出てるんだ。血液サラサラだとハーハーしないんだ。スケベは不健康。フェーズ5になると、ゴルフボールほどの大きさの肝臓型のインプラントを入れる。胸腔内に埋め込まれ、循環器系に接続されると、ララマン細胞と呼ばれるものを生成、制御する役割を担う。ララマン細胞？血液に流れる細胞なんだけど、こいつは凄まじい血小板を作れてね。空気に触れると即座に強固な血小板になり傷口を塞ぐ。かさぶたまで強化されてるんですか？そう、人間が重傷を負う傷でも、マリーンなら致命傷にならない理由の一つがこれさ。胸を撃ち抜かれてもまずこいつが傷口を塞ぎ、傷をどんどん治していく。ここまでしても体温なのゲームバランス変だよ。しかもナイフや金属片が体内にある場合は、抜け落ちるまではしっかり出血する。血液が意志を持っとるやん。フェーズ6は、脳の後頭部にエンドウ豆くらいの器官を埋め込む。これは睡眠に対して補佐するが、睡眠不足になるとまず影響が出る。ついに睡眠まで捨てるのですか？さすがにそれはきついね。ただ睡眠不足になると脳の機能を順番にオフにしていき、マリーンが睡眠と覚醒を同時に維持することが可能になる。という意味？渡り鳥と同じさ、数百キロを気流に乗って移動し続ける生物は寝てられないからね。そこで片側の脳は飛行を制御し、もう片側は休眠する。これを半休眠と言うんだ。急に動物の話なった。ペリカンすげー。ペリカンもだし、なんなら人間も似た説があって、多所や枕を変えたら寝れなかったりするのは、脳の片側が警戒モードに入り、熟睡せず周囲の音に反応しやすくなっていた、なんて研究結果もあるそうだ。我々の休息中は立ち止まるだけでも睡眠に近い効果があるし、その状態で周囲の警戒もちゃんとできるよ。隙がね二人一組であれば、片方が熟睡に近い形でなお動ける状態、もう一人が立ちながら周囲の警戒してればそれだけで一眠りしたようなもんさ。実際の睡眠時間は4時間以上寝ないし、それだけの睡眠でも2週間はこの状態を利用して戦えるね。やばいミニチュアゲームで決して活かされない設定。どんどん行くよ。
フェーズ7は胃袋で、これは毒や消化できないものを中和する役割がある。ああ、これで何でも食べれると。いや、この胃袋には消化機能がなく、本物の胃袋の前に取り付けられ、栄養にするものを胃袋に、危ないのは別の器官に移す。胃袋も2つあった。いや待って消化器官も他にあるの。食べるという意味では他にもヤバいのあるよ。フェーズ8になると脊髄に脳の一部を埋め込まれる。脳まで増えた。脳が食べるのに関係あるんですか？これによって、遺伝子のあるものを摂取することでマリーンが読み取るんだ。つまり早い話、君らを私が食べれば歌って踊れるマリーンになる。じゃあ、わかりやすいけど怖い。捕食認定されちゃった。当然我々はそんなことをしないから安心してくれ。あくまで戦場で情報を得るときに、死体から摂取するだけだ。それもなかなかキッズに売れない。まあそれでおかしくなった船団もいるけどそこは黙っとこう。フェーズ9では肺を移植する。ついに肺が来ましたね。この肺は低酸素や有毒ガスの中で作動する。その際に元ある肺は閉じられ、移植された肺が機能し始める。この移植された肺は毒素分散システムを持ち、水中でも呼吸が可能になる。元の肺と、毒素分解の肺、水中でも呼吸できる肺の密ですか？そう、この肺のおかげでドロップポットのような、高速で大気圏を貫通して着陸するようなのに乗っても意識を失わない。あれよく無事だな思ったけど、やっぱマリーンが化け物だったんだ。他にもマリーン専用の航空機とかもあるね。乗ったことないけど、多分あれも普通の人が乗ると G に耐えれずぶっ倒れたりするんじゃないかな。そもそも G で倒れるのって脳の血液が下半身に引っ張られるんでしたっけ？そうだね。単純にタフな戦士ならいくらでもいるけど、ガス、衝撃、重力など、戦闘能力で関係ない部分で無力化させられる例はたくさんあるんだ。そんなところまで考えて強化されていくんですか？マリーンはあらゆる戦場に投下されるからね。そういう意味では肺機能はあらゆる壁があるんだよ。呼吸の重要性がよくわかりました。これからも歌って鍛えます。やっぱ賛美歌って訓練だったんだ。フェーズ10では、目が良くなるインプラントを脳底部に埋め込まれる。次は視力ですね。視力どれくらいになるのですか？視力数値は個体により違うんだけど、全員可能な例として、数百キロメートルを識別、銃弾を瞬時に認識して反応できる、暗闇でも視認可能、煙や爆煙の中でも敵を追跡できる、などがあるね。メガネの代わりにそれ欲しい。ヘルメットの装備にズームや暗視や赤外線を識別できるのもあり、マリーンの視力、そして反応と合わせると、かなり効率よく戦えるよ。もうミニチュアゲームで大規模戦争させるのもったいなく感じてきたよ。むしろゼノがマリーンと同じ絶好能力持ってるのおかしくないですかね？だから地獄の訓練した一般兵の射撃能力が4という半分に1回ヒットする程度のステータスだが、マリーンは最低でも3プラ、すごいやつだと2プラという8割の命中率を叩き出すよ。確か古代の第二次世界大戦の軍事研究でされた、射撃命中率って1から5%でしたっけ？もうハンマー的に言ったら5プラか6プラといったとこかな。それは兵士や状況によって変わってくるでしょう。視界が悪かったり移動中だったり距離が遠かったり。気づいたね。そういう状況でも安定して敵に命中させる目なんだ。もしマリーンと敵対したら絶対に視界に入らないようにします。見られたら即死ですやんこんなん。君らは君らでマリーンと同じくらいの射撃能力あるけど奇跡で済ませてるよね。奇跡だからしゃあないです。そういうことにしておこう。フェーズ11では、ちょっといいですか？どうしたんだい？あと、どれくらいあるんですか？半分は話終わったかな。プライマリスカとか戦団別を含めればもっとなるけど。いやいやいやちょっと待ってよ。今まで話された情報でも十分化け物っぷり伝わりましたがな。まあ気持ちわかるけど、まだまだあるよ。服とかアーマーとの接続とか。それだって一例ですよね。補足入れたら動画時間がえげつなくなります。うちのチャンネルは小学生にもわかりやすくがモットーですよ。こんなん動画作ってる方もしんどいですわ。それもそうだな。情報整理できず中途半端になるなら、ここらで一旦切り上げようか。王子エンペラー。最後におさらいしとこうか。マリーンの怪物っぷりを知るため、今回は10個のフェーズ過程で説明したけど、ちゃんと覚えられたかな？フェーズ1で心臓、フェーズ2で骨の強化、フェーズ3で筋肉を強くします。第一にマリーンそのものを動かし、その後に入れられる細胞を動かすためにも、心臓が第一に優先されます。次に骨格を強化し、肉体そのものの基盤を組み立てる準備をすると同時に、肋骨は隙間をなくし胸部プレートとして内臓を守ります。筋肉は内外問わずマリーンの強靭な肉体を動かす役割を果たすのです。おお、ちゃんと覚えてるね。フェーズ4から6は血液の循環、血小板の強化、睡眠についてですね。フェーズ4で血液の酸素運搬をスムーズにし、後に追加される肺機能をさらに促進させていきます。ララマン細胞を注入することで外傷の際は素早く硬い血小板ができ、異物を取り除く際は流血もスムーズに行われます。フェーズ6の睡眠機能は半休眠が可能になり、ペリカン以上にヤバくなるんですよね。ああ、それだけ理解できれば十分だ。フェーズ7から10は内臓機能が著しく人のものでなくなります。フェーズ7で増やされたい、というより除去機能により、毒や消化不能物を中和し、本来の意に送らない機能を持つんですね。そして次の期間で食べることで遺伝子情報を読み取れて、歌って踊れるマリーンができてしまいます。追加された肺機能は前途の血液細胞により、高度な呼吸機能が可能になり、毒素分散、水中での呼吸、G への抵抗力などが向上します。最後に視力、この機能により、距離、粉塵、移動などの悪条件も全て対応できる超視力がつき、攻撃を安定して当てることができます。素晴らしいじゃないか。教えた甲斐があったよ。
それじゃあ一時休息、10分ほどしたら次の授業でいいかな？ロジエンペラー。こうして、マリーン化け物解説の前編は終わり、人に教える喜びを私は学んだ。だから違うんですって、俺が要求したんじゃなくてシスターの同意を得て向こうから。この手の加害者は皆そう言うね。後半へ続く。